はい、ティーチングプロの竹内恵美子です。今日は自宅兼スタジオから室内でできるパターの練習方法をお伝えします。今日もレッスン始まるよ。あかん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 。1、2、クラブをねこういう風に2本並べていただいて、ボールの芯がこのフェースの上の方に来てしまうことが多い。では室内でできるパターの練習方法ですね。まず大事なのがパターがちゃんと、ターゲットを向いているかっていうことです。でお家の中で利用していただきたいのがこういうフローリングのこの線がありますよね。でこういう線にパターをどっかに直角のところがあるのでフェースの面を合わせてもらって、そうするとこの線が、あると例えばこの線を利用するとここにカップをペットボトルでも何でもいいんですけど置いていただいて、ちゃんとこのフェースが直角になった時に自分の、感覚がねこの感じでちゃんとカップ向いてるんだなっていう感覚をまずちょっと練習をしていただきたいんですね。フェースの合わせ方っていうのがなかなか難しいんですけれども、こういうふうにお家でこっちの線とこう直角になってるような線がない場合はこういう定規とかをちょっと置いていただいていいので、打ちたい方向に対して90度っていうこの線をね見つけます。でここはこの線があるのでこの線を利用してここにフェースをピタッと合わせます。でそうするとこれの向きでカップを向いていると、こうやって面の合わせ方っていうのをまず練習を地味ですけどねやってください。で、これを合わせられる感覚がまず、身につきました。そうすると次練習していただきたいのは振り幅です。振り幅で振り幅は、ご自身の、足幅ですね、腰幅で立っていただいたこの足の内側ですね、この内側から内側、だいたい私は、ここでピタッとフェースを合わせたら左10センチ右10センチともう開く幅をだいたい決めてます自分で。だいたいそれが私の腰幅の、内側になるんですが、そうすると、10センチ10センチ、こういう定規を使ってもねお家なので、定規を使ってセンターが、0で10センチ10センチこういうふうに、緑にね印を使ってますがセンターから10センチ10センチ、これを自分なりに物差し1ね、一番ちっちゃいストローク1とします。で、その大きさだけ言いますともう10センチ、ずつだから右に20センチ左に20センチ10センチ10センチ、幅を取ります。そうすると、ちょっとここが真ん中だとすると今10センチ10センチ一番ちっちゃい幅でしたね。でそこからもう10センチ20センチ20センチ同じように、左右30センチ30センチ123と3つのこの振り幅っていうのをまず自分でちゃんと取れるようにっていうのを練習をします。でそのためにはこれはちょっとパター練習機なんですがトゥループレインっていう練習機なんですが、軌道とそしてこの振り幅がね書いてあるのでこれすごいおすすめです。室内で練習するのにすごくいいです。でこういうのがない方はなんか定規のようなもの何でも棒にねこう線を入れてもらってセンターから10センチそして20センチ30センチ、これ40センチまで入れてますがこういうふうに、その印を入れてねストロークの幅をまず練習します。でちょっと今日はこれ分かりやすいと思うのでこれをちょっと使っていきます。そして、自分の0のところですね、ちょっとボールのけます。真ん中にフェース合わせました。そしてグリップはちょっと左股関節に合わせます。骨盤幅で立ちます。で、10センチとか印がややこしいっていう方は、
ご自身の足のこの内側ですね、内側の幅を例えば1とします。で2は、足のじゃあ外側を2とします。で3は靴もう1足分外側を3とします。例えばね。というふうに、自分で何か目印になるもの、足幅だったり、この足の内側、そして足の幅、足の外側、もう一個外側とか、何か1、2、3ぐらいの物差しをまず自分なりに作ってください。そしてその、物差しに合わせてストロークを幅を練習します。でこの時はさっきは3拍子トントントンで練習、するっていうことをお伝えしている動画もあったかもしれませんが、これは2拍子ですね。振り子トントンノンストップでいきます。でセンターからここ真ん中ですね、構えました。1212右左右左右左、これ1の幅で足の内側の幅でやってます。で次2ですね、足の、幅外幅ぐらいになるかと思いますが、これ2です。12ノンストップで動き続けます。次3、足幅の外、足幅より外に靴1足分開いた3ですね。これ私なりの3です。3、はい、でまた2、右と左の大きさがピタッと揃っていることが大事です。そして1ですね。センターがここなので右左、センターがここから右左、右と左の大きさを揃える。上げたとこと、フィニッシュの位置とピタッと自分なりの大きさを揃えるっていう練習ですね。これが振り幅の練習になります。でこれ前このテンポっていうねリズムに合わせて、やると結構楽しいので、なんか好きなね音楽とかかけながらでもいいと思います。で今は2って言ったので、例えばこれトントントン1212 2の幅で223の幅で33333、またちっちゃくても大きくても同じリズムでちっちゃくても大きくても、はい、こうやってね振り幅を同じリズムでやるようにっていうのを練習してみてください。そして、3つ目なんですが、軌道ですね。軌道、パターはまっすぐ引いてまっすぐ打つって言われてますが、実際自分が体を支点にしてこうストロークしますので、やや円軌道になります。直線的にっていう例えばこのマットのヘリにずっとまっすぐっていうのはちょっと違いますので、ショートパターは直線に近い感じですけど、長いロングパターとかは若干こう円軌道になります。でもやはり、この円軌道を意識しすぎるよりはまずは、この直線ですね。でクラブをねこういうふうに2本並べていただいて、そしてこのパターヘッドの幅いっぱいいっぱいぐらいにね、シャフト棒を2本並べていただいて、そして、このさっきの振り幅っていうのを、横にこう添えてね置きますと、赤いところ真ん中で構えました。そしてこのシャフトの間からはみ出ないように1の幅ですね。そしてここから2の幅で3の幅と、この今度は軌道の練習っていうのをします。だいたいパターヘッドの幅からはみ出ないようにストローク右も左もですねしていきます。でこの道具をもしお持ちの方があれば、これにはこういう、線が入ってますので、これは大変役に立つんですが、今言ったような棒がなくても、パターヘッドのこのヒールの方ですね、ここを軽くここに触れるようにセットしてもらって、でこれ赤い線があります。でパターはロフトを少し立てるようにして、アッパーブロー、ヘッドが一番低いところから上がり際になるところで捉えていきたいので、ダウンブローって言ったらこう打ち下ろすような、ヘッドがこう下がるところで当てたくないんですね。ヘッドが一旦芝の地面に低くなっ
って上がり際に球を捉えたいので、この赤い線というのは左が高く上がっていってます。この赤い線通り下がって上がる。でボールはここにありますので、一番下がったところよりは上がるところにこうボールがあって捉えるっていうイメージですね。で、これを合わせてもらうと、この軌道とそれから上へこうアッパーブローにヘッドを上げていくっていう練習になるので、1の練習、2の幅の練習、3の幅の練習と。そうするとヘッドのこの動きが完璧に自分の中で軌道がねよく分かります。でこういうのをお持ちじゃない方はさっきお話ししましたようにクラブを置いて、そして、このクラブのね間をフェースを通す。そしてちょっとフェースの、位置を上げながら左を上げながらいくっていうのが、一つ大事なポイントになります。はい、これで軌道の練習、幅の練習ですね。そしてテンポの練習というのをやってみてください。はい、で、パターもやはりボールの芯とこのヘッドの芯と芯と芯で捉えるというのは大変重要になります。でボールの芯ってこれ分かりやすいんですが、この地球のようなイメージで考えると上が北半球南半球と、このちょうど色が変わったところが赤道みたいなイメージでボールの真ん中になりますよね。でボールの真ん中はここの高さがありますが、パターヘッドの芯っていうのがちょっと分かりにくいかもしれないので、ボールとかコインなんかでねこうフェースをコンコンってしてもらうと芯に当たればフェースがぶれないし、持っているこの手に響かないです。芯を外れるとこうフェースがずれるし、手にこう衝撃がきますが、芯に当たるとこういうふうにフェースが全くぶれない。わかりますよね。でここが芯なわけですね。ここが芯なわけですね。このパターの芯の高さ見てくださいね。こことボールの芯の高さを合わせようとすると、こういうふうになります。何が言いたいかというと、フェースは地面に置くと、ボールの芯よりもフェースの、ボールの芯がこのフェースの上の方に来てしまうことが多い、パターの、形状にもよりますが、なのでこのパターの場合、ご自身のパターをねこういうふうにやってみて、このパターの芯とボールの芯を合わすためにはフェースは浮かせて、こうストロークをしなければ芯と芯は当たらないということをちょっと理解していただきたいんですね。でそういうことをちょっと構えてもらうときに、芯と芯なので、今このパターの場合は約このコインのねこういう1枚か2枚ぐらい、100円玉1枚か2枚ぐらいを右にボールの右に置いていただいてフェースをセットすると、今お見せしたように芯と芯が合います。同じ高さになるということですね。でストロークの時もこのコインを叩かないようにヒットすると、この芯と芯が当たる。なので、こういうふうにフェースを地面にびったりつけてしまう、あるいは、押さえつけてしまう方結構多いんですね。このフェースをぐっと、地面に押さえつけてしまうとグリーン、硬い芝はそんなに生えてませんがフェースが動かなくなるし、芯よりもこのボールの芯の下にこのフェースの芯が来てしまう、芯で捉えられないということですね。なのでセットの時にやや浮かしといた方が、このボールの芯とフェースの芯があって、なおアッパーに打つ、上がり際に打つので、このボールの、どっちかっていうと北半球を打つような転がすようなイメージをした方が、このボールは順回転前へこう、転がってくれる。下を打ってしまうとボールの転がりが悪くなります。でそれをご自身で見るためには、結構たくさんの方がやっておられますが、こういうふうに線をねボールに線を入れていただいて、でこの線をターゲットの方に向けていただいて、そしてこれをストロークするとうまく転がるとこの線がこうよれずにコロコロとまっすぐね、ストロークするとまっすぐ、これちょっとよれましたけど、ここがガタガタしたけど綺麗にこう、こういうふうに蛇行せずにまっすぐ転がると、こういう感じですね。だからこれ練習、お家での練習の時に線を入れて蛇行しないように転がす練習。そうするとカップの周り来た時に、蹴られずに端からでもコロンと、
入ってくれる確率が上がりますので、ボールの転がりを良くするということにこだわった練習ですね。芯の高さを合わせて、そして、アッパーにねちょっと、上向きにフェースがこう上がっていく軌道で捉える練習っていうのを、ぜひやってみてください。今日のレッスンいかがでしたか？役に立ったな、良かったなと思う方はぜひチャンネル登録、そしていいねボタンをよろしくお願いします。じゃあ次のレッスンでお会いしましょう。